皆さんこんにちは。マリサです。レイムです。今回は、リクエストにお答えしてウルトラマンに登場する友好的な怪獣たちについて紹介していくんだぜ。だいたいシリーズに1体くらいいるわよね。そうだな。怪獣にも稀にいいやついるんだぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。そんなウルトラマンや地球人に友好的な怪獣1体目。ピグモン。ウルトラマン第8話怪獣無法地帯で初めて登場した人間に友好的な怪獣なんだぜ。近年ではマスコット的なキャラクターとして活躍しているわね。2019年から放送されているアニメ、怪獣ステップワンダバダでは、カネゴンやジャミラ、ダダたちと共に活躍しているぜ。デフォルメが優秀でイラストがとても可愛いわ。そんなピグモンだが、ウルトラマン作中でも2度死んでいる。シリーズ内で一度ならず2度も殺されているのね。1度目はタタラ島に住んでおり、怪獣たちに襲われた速攻女院の末裔を助けるが、レッドキングに投げつけられた岩が当たり死亡。基本的に弱いのに一生懸命人間の味方をしてくれるんだからけなげよね。2度目は怪獣の復活を目論むジェロニモンによって復活。その計画を知らせようとし科学特捜隊と接触、声を翻訳されなんとか目的を果たすんだぜ。途中ガラモンのおもちゃで喜んで遊んだりして可愛いのよね。知能も小学2年生程度らしいからな。その後、科学特捜隊と共に怪獣たちのいる大岩山へ向かう途中、イデをかばい再生ドラコに叩き潰されて命を落とすんだぜ。2度目の死亡ね。辛いわ。この行動に感銘した科学特捜隊は、ピグモンに特別隊員の称号を贈るんだぜ。その他にも、ピグモンはウルトラマンパワードやウルトラマンマックスなどで再登場を果たしているわね。どちらの作品でも人を助ける有効珍獣として取り扱われており、パワードではなんとか死亡せずに最後まで生き残ることに成功しているんだぜ。生き残れて本当に良かったわ。ウルトラマンマックスでは古代人に作られた人工知能として登場。暴走した怪獣たちを止めるべく怪獣島そのものを消滅させたり、大いに活躍したんだぜ。そういえばピグモンってガラモンとすごく似ているわよね。ピグモンによると見分け方は複数いるのがガラモン、一人でいるのがピグモンらしいぜ。見た目ではほとんどわからないわよね。もともと着ぐるみはウルトラ Q に登場したガラモンの改造だからな。そうだったの。道理で似てるわけね。ガラモンと姿が同じであるため、何らかの関係があるのではないかとも指摘されることが多いが、つぶらやプロの公式見解では他人の空似なんだぜ。ちょっと無理がある気がするわ。さすがに似すぎ感あるわな。2体目の怪獣は、ウィンダム。ウルトラセブン第1話姿なき挑戦者に登場するカプセル怪獣なんだぜ。諸星団がウルトラセブンに変身できない場合に、代わりに戦うセブンの刺激する怪獣ね。カプセル怪獣は地球でいうところの家畜に相当するらしいんだぜ。見た目はロボットみたいね。両手を振り回しながら相手を追いかけたり、追いかけ回しすぎて同じところをぐるぐる回って、目を回し倒れたり、見た目に反して生物的な可愛い仕草をするんだぜ。愛嬌があるわね。第1話ではクール星人の小型円盤軍に応戦するべく呼び出され、2機を撃墜。第24話ではカナン星人が乗り込む灯台型ロケットに差し向けられるが、逆に電子頭脳を操られる。体は丈夫だけど頭部は弱点みたいね。やむなく変身したセブンと対峙した直後は不思議そうに首をかしげていたんだぜ。あら、可愛いわね。結局は戦闘の末、エメリウム覚醒光線を受けて元に戻り、セブンの指示で改めてロケットに向かおうとするが、ロケットからの光線を受けて倒れ、セブンに回収されたんだぜ。まあ、元に戻ってよかったわね。第39話ではガッツ星人の襲撃を受けたダンが呼び出すが、相手が等身大にもかかわらずテレポートに翻弄され、誤ってビルを叩き壊してしまい、慌てた隙を突かれて額を円盤に攻撃され爆死。あれ、これ以降の作品にもたびたび登場しているわよね。確かに死んだはずなんだけどな。どの作品でもウィンダムがなぜ生きているのか、そもそも同一個体なのかどうか、については一切説明されていないんだぜ。ゾンビ。一応カプセルに治療機能が描かれていたことから、それにより復活したという解釈もあるぜ。3体目の怪獣は、ミクラス。ウルトラセブン第3話湖の秘密に初登場するカプセル怪獣なんだぜ。500万馬力の怪力が一番の自慢で口から熱光線を発射するのよね。インカの神面をモチーフにしたと書かれており、顔は現在でもボリビアの祭りで使われているディアブロと呼ばれている仮面にそっくりなんだぜ。
ボリビアってあれウユニ塩湖があるところね。東京から片道40時間くらいかかるらしいんだぜ。なんでそんなこと知ってるのよ。死ぬ前に行ってみたいからな。ちなみに鏡張りが見れるのは雨季の1月か2月。それも前日に雨が降って、当日は快晴などかなり条件が厳しいから長期滞在覚悟じゃないと難しいんだぜ。さては本格的に検討していたわね。まあウユニ塩湖について気になったらググってくれな。一緒に行くんだぜ。話をミクラスに戻すわよ。第3話でダンがピット星人にウルトラアイを盗まれたため、青のカプセルから登場するわ。エレキングを投げ飛ばすが、電気を浴びせられて破れるんだぜ。電気には弱いのよね。采配が悪いよな。第25話ではダンが折衷でウルトラアイをなくしたために、黄色のカプセルから登場するわ。ガンダーとの戦闘では前線するが、敵の飛行能力に翻弄されて破れ、カプセルはセブンがガンダーを倒した後に回収されるんだぜ。カプセルの色ってコロコロ変わるのよね。カプセルの色と怪獣の関係はなさそうだから気分だな。セブンだけに気分なのね。3点だな。何よ、厳しいわね。4体目の怪獣は、アギラ。ウルトラセブン第32話散歩する惑星に登場するカプセル怪獣なのよね。諸星団が所持しているカプセル怪獣は劇中でウィンダム、ミクラス、アギラの3体が登場したんだが、アギラは大した活躍もなく登場した第32話46話ともに散々な目に遭っているんだぜ。続編でも何かとハブられ気味なのよね。偽ウルトラセブンと戦った時は、相手がセブンの姿をしているために困惑し、一方的にボコられた後物陰に隠れて頭をかきむしったり頬杖をついたり、悩んでいるような仕草を見せたり、結構愛嬌あるんだけどな。何それ、かわいい。その後すぐ見つかり、崖から突き落とされてあっさりと敗北してしまったなんとも不遇な怪獣なんだぜ。ちゃんと回収されたのかしら。その後の描写はないため消息は不明だな。不遇が過ぎる。ところが最近、つぶらやプロ、角川、ムービック、三社共同プロジェクトによるアニメ、怪獣娘で、主人公に抜擢されるという大出世を遂げたことで注目され、扱いの悪さは払拭されつつあるんだぜ。ちょっと、萌えキャラになってるじゃない。まさか怪獣に萌えを導入してくるなんて恐れ入ったんだぜ。邪道だわ。本来の特撮悪役怪獣に燃えてこそ一人前でしょ。いや、でも、あれ、ほら、可愛いんだぜ。ちょろいわね。5体目の怪獣は、セブンガー。ウルトラマンレオ第34話ウルトラ兄弟永遠の誓いにて登場したロボット怪獣なのよね。ウルトラ愛を失いウルトラセブンに変身できなくなった諸星団のために、ウルトラの星で作られたスーパーロボットなんだぜ。普段はカプセル怪獣みたいに、ラグビーボールのような形をした怪獣ボールという装置に収められているわね。ミクラスのような力強さと寸胴体型、アギラのような機動力と眠たげな目、ウィンダムのような鋼鉄のボディといった、ダンのカプセル怪獣の特徴を併せ持っているんだぜ。いかついながらもなんだか愛嬌のある姿ね。劇中では一人一人が兵器級の力を持つ宇宙警備隊がいながら新兵器と呼ばれていたり、その強さが伺えるんだぜ。ウルトラ戦士をも上回るパワー防御力を備えているのよね。ウルトラマンジャックに深手を負わせた上にウルトラマンレオもジャックと二人がかりで戦ったアシュランを、ノーガードかつ肉弾戦だけで倒す寸前まで追い込んだくらい強いんだぜ。ウルトラマンオフィシャルデータファイルの解説では冷凍ビーム、レーザー光線、火炎放射器など、7つの装備を持っているらしいわね。正直、それを使えばアシュランを倒せていた疑惑もあるな。唯一の弱点としては制限時間がウルトラ戦士よりも短い1分間というところね。一度使うと再使用まで50時間のインターバルを挟まなければならないところも不便なんだぜ。もう少し使えるように作れなかったのかしらね。そこはウルトラ戦士以上の実力を持つセブンガーが、ウィンダムのように操られてしまった場合を想定して設定しているんだぜ。なるほど。理にかなっているわね。味方として使う際のデメリットにもなっているのは痛いがな。変身後20時間のインターバルが必要なウルトラマンジードよりも長いわね。カプセル怪獣の中では唯一直接的に負けることはなかったんだぜ。1分間じゃ負けるのも難しいわよね。ちなみにセブンガーとウィンダムはウルトラマン Z で特空機というポジションで登場しているんだぜ。正式名称は対怪獣特殊空挺機構ね。それについてはまた別の機会にだな。さて、
最後に今回紹介した怪獣たちだが、5体ともつぶらやプロ公式プロジェクトであるウルトラ怪獣擬人化計画によって、萌えキャラへと擬人化されている。また思い切ったプロジェクトを敢行しているわね。さっきちょっとだけ紹介した、アギラが日の目を見て主人公を張ってるアニメ怪獣娘も、このプロジェクトの一環なんだぜ。みんなすっかり可愛い萌えキャラになってるわね。どれも可愛いんだが中でもピグモンが好みなんだぜ。確かに、髪型にボリュームも足せてうまく特徴を捉えた擬人化になっているわね。今回紹介した怪獣じゃないけどゼットンも可愛いんだぜ。ゼットンの黄色い部分を、いでうまく表現されていて逆に元のゼットンまでを、いに見えてきたわ。その逆輸入はなんか全体的におばさんのたるんだボディみたいに見えてきたからやめてほしいんだぜ。他にもどんな怪獣がいるのか楽しみね。ぜひ怪獣擬人化計画のホームページを一度見に行ってみてほしいわ。まだまだ有効的な怪獣はいるので、今後も紹介できるように頑張るんだぜ。みんなからの情報提供やリクエストも待ってるわ。これからもウルトラマンについて色々と解説をしていくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。それじゃあまた次回も、よろしく、ご視聴ありがとうございました。